こんな風に、今日は女子同士でウォーハンマー取扱店に入り浸ってます。取扱店の中には、場所代を払えばドリンク付きでのんびりできるとこもあり、今日はゲームが目的でなく、商品を眺めたりお話ししたりが目的です。また、このお店はコデックスやバトルトームもお店用に展示してて、使用者がいない時は読書会だってできてしまいます。そして今日来た何よりの目的は、コアルール読んでて思ったんですけど、ウォーハンマーのルールって、たくさんあるんですね。みんなが遊んでるルールって、基本的にその場で決着つけるけど、数回、あるいは数日かけて遊ぶクルセイドルールなんかすごい情報量だよね。はい、どの軍勢のコデックスにも、それぞれクルセイドルールが記載されてるなんて思いもしませんでした。そうだよね、だって。みんなクルセイドしてないもんね。クルセイドルールとは、簡単に言うと、ゲームの中で軍勢を育てながら遊ぶ、ナラティブゲームとも呼ばれるキャンペーンルールなのだ。これは非常に没入感が高いルールになっており、例えばアサルトインターセッサー分隊は前回ピラミッドを撃退した。その名誉を得てレリックをゲット、戦団の秘宝であるハンマーを授かった。といった評価が、次のゲームに引き継がれることもあれば、この戦いで負ったケイオスナイトは傷は深く、次の戦いでは負傷状態になっていた。など、ゲームがドラマを生むルールとなり、プレイヤーは出来事に物語を作っていく、いわば、ミニチュアウォーゲームの TRPG とも言えるルールなのだ。僕、競技プレイも嫌いじゃないんだけど、こういう友達同士でゲームを盛り上げるってのにも憧れてて。わかるな。女子会した時もゲームより会話の方が多かったのもあるから、勝敗よりもそこから生まれるドラマとかさ、かなり盛り上がると思うんだよね。わかりますそれ。僕が狭く深くってタイプなのもあるけど、ゲームしに来たのに、なぜかゲームに関係ない設定の話とかして盛り上がっちゃったりして。あるある、そんなんだからゲーム時間も長くなっちゃうからさ。だったらいっそ丸一日がっつり世界に没入できるゲームして盛り上がれば。いいよねそれ、ほんと憧れる。この話はフィクションです。実際のウォーハンマー女子会がこうというわけではありません。でも、始めようってなかなかならないっていうか。だよね、覚える手間とか考えればコアルールでいいかなって。あと負けたくないし。そう、ゲームをした人ならわかるだろう。ゲーム前は楽しくしようと誰もが心がけるものだ。当然、感情を表に出すなんて愚の骨頂、大人で真摯なプレイをしようと、だがゲームが近づき、戦場が構築され、自分と相手の軍勢が並ぶ頃には、ミニチュア多くね。ポイント一緒だよね。ダージのベルめっちゃあるやん。こっち数重視だからあれ貫けないぞ。と、早速脳内で敵軍勢と認識し、この戦場だとラージサイズはこっちで相手の重心を捨てる配置を考えて。配置などで1時間近く、あるいはそれ以上を費やし、うわー、数日かけてめっちゃ自慢のノベルだ。何も特税使わんで20人のカルトが釣っていったー。準備、配置、開始の時点で暗黒銀河を表したような地獄と化す。うっしゃー、大型ノベル、来てやったー、やったー。練習者はこっちが上だー。と、ミニチュアバーバリアンとして魂をかけた誇りあるプレイとなるのだ。こんなのは一般常識である、あるいはこんな。嘘つき。優しくするって言ったのに。ちょっと泣かないでよ。もしかして今日初投入したミニチュアだった？えへへ、なんか悪いことしちゃったな。じゃあ、こっちもいただくね。ねえねえ、どうして泣いてるの？そんなに嫌だったら僕が思い出作ってあげるね。ありがとう。じゃあ、予定全部取られたー。ふえーん。と、コアルールでも多大な労力と激しい感情のぶつかり合いが繰り広げられ、言いようのない尊厳をかけた、史上のウォーゲームこそがウォーハンマーである。そんな中でクルセイドなんて自分のミニチュアを両軍に敵が強化され、敵に傷つけられた負傷を背負い、戦場に立たされゲーム再開なんて、考えただけで戦場の劇場を催す。少し、お時間を頂戴してもよろしくて？どなたですか？まあ、私としたことが、ご挨拶が遅れてしまいましたわ。私、レディー・アウレリア・マリスと申しますの、以後お見知りおきを。突然お邪魔いたしまして、大変失礼いたしますわ。あまりにも興味深いお話をされておりましたので、つい会話に加わりたくなってしまいましたの。クルセイドのことでしょうか？クルセイドの件もそうですけれど、お二人の楽しいゲームにしたいというお気持ち、本当に素晴らしく、私深く感銘を受けましたわ。もしお許しいただけるのでしたら、私にも少しばかりお力添えができるかもしれない。そう思いまして、突然の申し出で恐縮ではございますが、失礼を承知で名乗り出させていただきましたの。まあ、私ったらとんだご無礼を、あまりに突然で、驚かせてしまいましたわね。いえいえそんな、大げさですよ。どうかお許しくださいませ。私としたことが、配慮を欠いてしまいました。いえいえ、そういうことではなくて、あまりにも丁寧な物腰でびっくりしちゃいまして。よく言われますの。こればかりは育ちゆえのことでして、もしお気に障りましたのなら、ごめん遊ばせ。そんなことありませんよ。ね、カノプテックちゃん。はい、気に障るってことはないですよ。お気遣いありがとうございますわ。クルセイドについて、何か教えていただける、とのことでしょうか？
差し出がましいかもしれませんが、ぜひとも助言を差し上げたいと思っておりますの。女子同士でしたから、マリスさんのような丁寧な人からならぜひ。突然お邪魔したにもかかわらず、寛大に接していただき、心より感謝いたしますわ。いえいえそんな、のんびり話してただけですよ。それでは。私がぜひご提案したいのは、クルセイドへの入り口として、非対称戦を用いるという考え方ですわ。非対称戦。簡単に申しますなら、攻撃側と防御側で、配置も目的も、そして求められる戦い方も異なるミッションですわ。通常のコアルールだと、両軍大体対象の配置、同じ種目的、同じ勝利条件で戦いますけど、それが全部異なるって、まるっきり違うゲームではないですか？まさにその通りですわ。例えば、攻撃側は、敵陣へ突入する、拠点を奪取する、防御側の得点を削る、あるいは戦線を突破する、といった条件によって勝利点を得ますの。一方で防御側は、砦、祭壇、補給地点、撤退路などを守り抜くこと、あるいは時間を稼ぐこと、拠点を保持し続けることが主な得点条件となりますわ。攻撃側と防御側ですごいしっくりするルールなんですね。講師がすごくはっきりしてます。また面白いのは、通常のコアルールでは、先行、後攻や攻撃側、防御側、配置の順番などは、ミッションルールによって、様々な形で決まる場面が多ございますわ。非対称戦は違うんですか？この形式では攻撃側は必ず先行、防御側は必ず後攻と決まっておりますの。加えて、大きな違いがございまして、防御側は、開戦時点で50点の勝利点を手にしておりますの。そんなのまで。攻撃側は、その点をいかに削り、奪い取っていくかを目指す。すごい、まるで風貌を守る戦いです。まさしくその通りですわ。城塞にこもるものと、それを打ち破らんとするもの。これは、ウォーハンマー4万の世界において幾度となく繰り返されてきた、侵略戦の姿を描いたものなのですわ。でも、これってゲームバランスって。勘のよろしいこと、おっしゃる通りですわ。この形式は、決して厳密なゲームバランスを追求したものではございませんの。そこはクルセイドに似てますね。公式もまた、競技用ではなく、物語性を楽しむための形式であると申しておりますわ。それでおすすめしてくださったのですか？そして何より素晴らしいのは、このゲームでは攻撃側と防御側、さらには戦場そのものの構築まで、話し合いによって決めてもよろしいという点ですわ。話し合いで。ともなれば、ロスターを組むその瞬間から、すでに物語は始まっておりまして、防御側は、古き墳墓を守り続ける王朝。対する攻撃側は、墳墓より惑星へと流れるエネルギーを食らいつくさんとする侵略者。いかがでしょう？戦いが始まる前から、これほどまでに物語を膨らませることができるのです。お二人のように対戦中につい話し込んでしまう御人なら、盛り上がらないはずがございませんわ。それやばいですよ。ゲーム始まる前で満足しちゃいそうです。その通りですわ。実際、この形式で遊んだピラミッドのプレイヤーも、もう、並べているだけで満足、と思わず口にしてしまったほどですの。反対に、事前の相談をあまりせず、とりあえずやってみましょうという形で始めてしまいますと。最後が足りないんかというように、ゲームバランスの面では少々荒れた展開になってしまいましたわ。確かに、お聞きしてると話し合い必須っぽいですよね。ですが、もしお二方のように、ただ勝ち負けを決めるだけではなく、ゲームに物語を宿したいとお望みなら、時々、勝敗の先にある、胸を震わせるような高揚を味わいたいとお思いなら、そして、そのために時間を惜しまず、仲間と語らい、新たな一歩を踏み出す覚悟がおありなら、この非対称戦ほど、熱く、深く、芯を燃やして遊べるものはございませんわ。節目の誓いを今立てろ無理せずぼちぼちやろめっちゃやってみたいですそれ。そうでしょうそうでしょう。教えてくれてありがとうございます。は。ご無礼をお許しくださいませ。私としたことが、思わず言葉に熱を帯びさせてしまいましたわ。無礼なんてことありませんよ。すごく盛り上がりました。これ以上は、お店のご迷惑にもなりかねませんわね。はしゃぎすぎちゃいました。名残惜しくはございますけれど、私のお話はこの辺りで控えさせていただきます。よければ連絡先を教えてくれませんか？まあ、嬉しいことで。僕も、また教えてほしいです。もちろん、また会う日があれば。私たちの自己紹介まだでした。僕たちは。いやー、面白い話聞けたね。始めたばかりで知らないこと多いですけど、また楽しみを教えていただきました。クルセイドの入り口になるようなゲームも用意されてたなんて驚きだね。でもミッションデッキないとルールわからないですよね。そうだね。さっきの店で買っとけばよかった。いつものお店寄りますまだ時間たくさんありますし。そうだね。女子会でシェアするだろうし、必要だもんね。です。こんにちは。いらっしゃいませ。あれ？ルカーリ先生お休みですか？近所の学校でウォーハンマーの特別講師として呼ばれたらしいですよ。
何ですかそれ。あ、いえね、たまに来る女性客がジュカーリ君のチャンネルをよく見てるらしく、学生にファンが多いから、ぜひ皆の前で講習会しないかって誘いがあったらしいんですよ。今の学校ってまだ、起立、礼ってします？どうでしょう？普通にしてるんじゃない？どうしたんだい？この前、僕のお尻でズカーリ先生死にかけてたから、多分礼でも。まずいな。急ぎましょう。すみません店長、少し抜けます。うわ遅かったか。無様ですね、ドラツァール。お前は、レディマリス。おやおや、私のことをご存知でして？レディアウレリアマリス、ジュカーリの将、アーコンの一人。残虐なジュカーリでありながら、上品で礼儀正しい振る舞いとは対極的に、傲慢、冷静、知的、残酷な性格に、予言めいた並外れた主役。奴と対面したのなら恐れよ、始まった時すでに勝利を奪われている。と、帝国の名だたる将が敵への育を述べるほどの支配者。ドラツァールの命が目的か？さようでございます。お察しがよろしいですわね。どういうこと？ジュカーリは身内内でも派閥争いが多い。そして、こいつは知略にはめて侵略するアーコン。ドラツァールをまんまと罠にはめたというわけか。生徒を置き去りに食堂を巡らせないでもらえます？講習会に呼んで挨拶一つで敵を倒してしまうなんて。なんて気楽。待って、俺らのせい？一人の霊くらいならかすり傷にもならないが、教室一つ分の会釈なら相当の火力。まるでラスガンの一斉奏者だ。お礼を送られるとダメージ食らう体質をこんな策略ではめるなんて。いや体質おかしすぎるだろ。ひどい。こんなの残酷すぎます。そんな体質で講習会来るなよ。ひどいよマリスさん、せっかく仲良くなれると思ったのに。騙されてたなんて。僕、悔しいです。ブデラー。まさか。悔しい思いを送られると、ダメージ食らう人。見分け合ってたまるか。お察しの通りでございますわ。おったわ。私がこちらの世界へ参りました時には、すでに記憶は失われておりました。覚えていたのは、ただ一つ、レディマリスという名だけ。そして私は、ウォーハンマーと出会いました。教えてくれてありがとうを。そこで感謝をいただき、褒め言葉を送られることで、私はエネルギーを得ていたのです。ですから、私はウォーハンマーを学びました。より多くの紳士淑女を育み、導き、そして感謝をいただくために、幸せでしたわ。本当に。けれど、その反面、悔しさを向けられた時には、吐血するほどの激痛が好みを貫きました。あまりにも致命的な体質。わあ、ピンソロ出た。ペイントうまいな、羨ましいな。出目が悪かった時、自分よりも優れたペイントを目にした時、勝敗、戦術、強化、戦法。あげればキリがございません。そんな中で、趣味人を笑顔にするため、ウォーハンマーを学び続ける私に対し、人を苦しませ、その苦痛を糧にして界隈で人気を得る者が現れたのです。許せるはずがございませんでしたわ。いいえ、何より。妬ましかった。けれど、その思いを伝えたところで、あの者は喜ぶだけ。私の怒りも、憎しみも、痛みさえも、あの者にとっては甘美な糧でしかない。ならば、この感情が殺意へと変わるのは、もはや時間の問題でございましたわ。趣味人を殺めた私に、もはやウォーハンマーを語る資格などございません。その覚悟だけは、とうに済ませていたはずでしたのに、あなたたちに出会ってしまった。あんなにも楽しそうに勝敗を気にかけ、それでいて勝ち負けだけに止まらず、別の楽しみ方を探し、語らい、盛り上がっていらっしゃる。そのお姿は、私にはとても眩しく見えましたわ。皮肉もここまで参りますと見事なものですわね。道を踏み外し、さまよい、果ては再会の約束まで交わしておきながら、それでも私は、下道の道を選んでしまいました。まさしく、私にこそふさわしい結末ですわ。これ以上なく、お似合いの末路でございますこと。マリスさん、しっかりして。まだやり直せるよ。そうだ、お礼言ったら治るんだよね。ありがとうマリスさん、私たちほんと感謝してるから。もっともっと教えてほしいから、感謝してますから、どうか。ありがとう、ございますわ。けれど、最初に好みを貫いた悔しさの痛みが、あまりにも深くて、そんな、どうして騙された。あなた方のその思いが、これほどまでに強かった。それほど純粋な初心者の心を、私が踏みにじってしまったということですわ。当然の報いですわね。好みに帰ってくるには、あまりにもふさわしい対価でございますこと。感謝するぞ。どういうこと？ウォ
ウォーハンマーを愛し、しかし壁にぶつかり、歪み、迷い、また傷つき、後悔し、果てや命の灯火さえ霞む。まるでウォーハンマープレイヤーの人生のような負の感情であった。ウォーハンマーしてるやつ命だけすぎんだろ。なぜ？これほどの悔しさと妬みはなかった。それゆえの純粋な感謝となれば貴様のダメージなど。そうではございませんわ。私がお聞きしたいのは、なぜ、私のようなものを助けたのですか？ウォーハンマーは常在戦場だ。人からは様々な感情をぶつけられるなんざ日常である。確かに、そうなの？我々のように目に見えるからこそわかりやすいが、多くのものは心の傷は隠すものだ。ゲームとはいえ、されど人から与えられし傷であることは間違いない。その痛みに折れた者も当然いるが、今日までハードな趣味が続いてるこの世界は、その痛みを乗り越え、ウォーハンマーを楽しみ続ける者たちのおかげだ。貴様への感謝など、卓上の礼儀に過ぎん。乾杯ですわね。知恵も、覚悟も、心のあり方さえも。いや、面白かったっす。ウォーハンマー始めたくなりました。集まった人たちはウォーハンマーを知らなかったのか？ドラサール様の体質を知る者が、一人でも存在されると作戦は瓦解いたしますので。ルールとか世界観とか需要みたいに教わるもんだと思ってたわ。対人関係の礼儀まで茶番を交えて教えてくれるなんてな。初心者向けの心理みたいを。けれど、結果オーライじゃないですか。そうですよ。お二人が教えれば最高に楽しい解説になりますよ。ははははははは。いい授業でした。助かりました。だけど助かりましたをやめてください。うはぁ、来ましたー。世界前提しっかり。バカ野郎、それ言ったらダメだろ。悔しがれ。そう、忘れてた。こんなんじゃウォーハンマー覚えられないよ。はははははは。ダメだ、悔しいと死ぬやつまでいる。授業ありがとうございます。またよろしくお願いします。うはぁ。混ぜるな危険だな。どうしても合わない人っているもんですよね。これも卓上の日常かもね。ありがとうございます。うはぁ。クリアー、おぶん、ざわだ。激しい。あの二人、なんだか楽しんでませんか？痛みも快楽にする連中だったな。そういえば。命に関わる前に引き離しましょう。なんかレーザー。こうして、マリスは女子会を率いるリーダーとして招かれた。まーちゃんおはよう。まーちゃんよろしく。ほほほほ、ご機嫌うるわしゅう。